皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はもう何ですか？臨時と言っていいんですけれどもね、緊急に回します。一人で喋りたいことが出てしまったんで、一人で喋ります。はっきり言いますと、夏の甲子園の大会で、広陵高校ですね、1回戦勝った広陵高校が、暴力事件の発覚と、それの広がりによって途中でから辞退したというのを取り上げたいんですけれど、それをきっかけに、新聞西と、テレビ一局、これ関西ですけれども、電話で取材に私もされたんだけれど、全くみんな分かってないから、もうはっきり言って、誰もが一言目でね、聞くのが、もう、おかしいんだけれども、今回の処分は正しかったですかって言うんだよね。処分。高校生の起こした、いわば不祥事に対して処分じゃなく指導だろうというところから始めなきゃいけないんだけれど、もう処分は正しいかどうか、それから、広陵高校の処置はこれでいいのかって。ただ今、第三者委員会が立ち上がってますけれどって、教育機関が第三者委員会立ち上げてどうするの？自分たちのところに通っていた高校生の起こしたことでしょ？そうしたらどういうふうにして教育して指導しなきゃいけないのかって自分たちで悩めよっていう、考えるよって、生徒集めて話し合えよっていうことがなぜないのかって。もう、で、それを、高野連なんかもそうなんだよね。今回の事件に対しては、規則通りの処置をしましたという。処置じゃないんだよ。それでね、もう何を言ってもわからないっていう風な感じになってるんだけど、要するに、高校野球の暴力事件ですね。これ、延々と続いてなくならないですよね。そうですね。で、文科大臣もね、暴力はいけませんって言うんだよね。そんなもの言われなくても分かってるよね。暴力はいけないと他人の体傷つけたりとか、他人の、を痛めつけて何かするっていうのは、それは悪いに決まってるんだけど、なぜこんなに延々と続いているのかっていうことを考えたことがあるのか、高野連はと。あるいは高等学校の野球部の教師たちは。ということですね。それを思って今回緊急に私ここで喋らせてもらうことにしたんですけれど、その時、きっかけに取り上げたいのがこれですね、週刊新潮。この週刊新潮の、これは、8月14日、24日の夏季特大号という中に、イチロー選手のことが出ています。イチロー選手のことっていうのはどういうことかっていうと、アメリカの殿堂入り会見の前の、殿堂入りの表彰の前の日ですね。記者会見やったんですね。そこで、イチローが喋ってることが記事になってるんですけれども、記事のきっかけになってるんですけれども、その時にイチローが何を言ってるかっていうと、これ以上の地獄はないという経験は高校の2年半でしたって言ってるわけですよ。要するに地獄だったんですよね。イチローにとっては。で、この地獄に対して、いつも、振り返ってみると、それ以上ひどい地獄はないからと思って頑張れたという言い方を言ってるわけ。そうしたらどんな地獄だったかっていうと、それの4年後輩だ。元野球部員が喋ってるんですけれど、グラウンドにボールが1個でも落ちていただけで、下級生は深夜に集合させられ、鉄拳制裁を受けますと。さらに、上級生の虫の居所が悪かった時は、伝統の
ゴミ箱操作。ゴミ箱正座。ゴミ箱の上に、正座です。ゴミ箱の上に正座させられますと。はい、で、ゴミ箱の上に何時間も正座させられると。そしたら、最悪の場合は、朝まで続けて正座させられて、金属の端がすねの肉にめり込んで血が滴れ落ちますって言ってるんですね。で、こんな記事が出ても高野連は全く動かないし、これが本当だったのか過去に遡って調査することもしないし、まあ、そうですね。ね。それよりもこれのひどいのが、この時の監督ですよ、中村監督。はい。コメント出してるんだよね、中村監督が、この時のね。はい、こんなどうかっていうと、こう、チームにとって大切な一郎だから、ね、ボディーガードをつけたって言ってんだよね。野球の監督が、こう、自分の、教えている高校生の中で暴力を犯しているときに、それを防ぐためのボディーガード役の選手をつけたと。これ、教育者のやることかっていうことですよね。こんなこと言ってるから暴力、要するに暴力が起こるときっていうのは、それが正当だと思ってやってるわけですよ。要するに上級生や下級生に対して教育だと思ってやってるわけ。そんなもの教育じゃないという、ちきんと教えてなきゃいけないのに、監督が教えられないんですよね。それともっとひどいのは、これの記事書いた記者ですよ。はい、この記者が何て言ってるかというと、こう、一郎の言ったことはね、もう全く正しいと。要するに地獄のようなことがね。それで、昨今の教育は甘っちょろいと。社会の改めに耐えていけないっていう。嘘つけって大谷はどうやったんかという。ねえ、ゆとり教育の子供たちはどうなってんのかっていう。暴力をね、肯定してるってことですよね、これ。これね、でもね、暴力を肯定している人たちが過去にずっといたわけなんですよ。それは特に出てきたのは、第二次世界大戦中に、ね、日中戦争からだけれども、徴兵された人たちが戦後になって戻ってきて体育の教師になったのが多かったのね、すごく。それに1964年のオリンピックの時に、鬼の大松とかね、女子バレーボールの監督ですよ。それからレスリングの監督だった八田一郎ね、八田イズムとか言われてね、彼らが暴力ばっかり振るってたというふうな誤解が蔓延してね、暴力的な教育っていうものが別に許されるような空気がもう蔓延してしまったわけ。だから私なんかも、かつて、暴力事件が問題になったりした時に、テレビに出てね、よく喋ることがあったんだけれど、暴力は絶対にいけないっていうのはもちろんなんだけれどもって言っていろいろ原則を言う時に、一緒に出た人がね、そら、3発も4発もはいけないけれども、1発ぐらいならいいだろうとか言うわけ。アホかですよ、はっきり言うと。しつけと、暴力の線引きですよね。しつけと暴力の線引きもそうなんだけれども、要するになぜ暴力がいけないかということを喋れないね。メディアも喋れない。高野連も喋れない。朝日新聞ももちろん喋れない。ほんで、暴力はいけませんって言ってたら、ずーっと今まで続いてるわけです。で、今でも多くの人が広陵高校の事件に対してね、やっぱり暴力はいけませんねって言うわけ。ほんで、そんなの言わなくっても当たり前やろと。当たり前の話ですよね。なぜ暴力が起こるのかって言ったら、監督のやってる期間が長くって監視がいかないとかね。そんなことやってなぜいけないのかっていうときに、私が最近も読んでね、これ本当に感激したんだけれど、立花隆の最後に語り伝えたいことっていう本があったんですよ。この中で立花隆さん、ジャーナリストだったけど、もう今では亡くなりましたけれどね。この方が何言ってるかというと、要するに原子爆弾はいけないっていうことを言ってるわけ。みんな言うわけね。原子爆弾はいいわけじゃない。なぜいけないかをきちんと喋ってるわけですよ。要するに大量破壊兵器なるものがなぜいけないのかっていうときに、1868年のロシアのサンクトペテルブルグ宣言というのを引っ張り出して、
この時に、要するに、戦闘する人ではない人たち、要するに一般の人たちですね。はい、その人を大量に殺すことっていうものが戦争と目的とは関係がないと。要するに戦争の本義というのは一体何かというと、相手に勝つことですよね。戦争がいいか悪いかは別にして、相手に勝つこと。ということは、相手の戦力を少なくすること。それをやるというのが戦争だと。でも相手の戦力に全く関係のないね、一般の人たちを大量に殺害するっていうのは、これは戦争だとはいえ何をやってもいいんではなくて、やってはいけないことなんだっていうことで、広島の原爆とか、それから長崎の原爆を語ってるわけですよ。要するに、原爆はいけませんね、悪いですねって言ってるのと違うのよ。ちゃんと理由をきちんと言って、サンクトペテルブルク宣言から、要するにジュネーブ条約に続きとかいろんなね、流れを全部喋って原爆はいけないと。同じように、高校野球でなぜ暴力はいけないか。あるいはスポーツでなぜ暴力がいけないかっていうことを教える人がきちんと喋らなきゃいけない。で、これについて言うならば、私はもう、これ、スポーツライター入門講座みたいなことをここでも喋ったし、そこでも喋ってるんだけど、社会学者のノルベルト・エリアスという、ユダヤ系ドイツ人がきちんと言ったんですけど、スポーツっていうのは民主主義社会からしか生まれないと。民主主義社会とは何かっていうと、民主主義っていうのは要するに古代ギリシャですよね。それと近代イギリスですよね。そこではどんな社会になったかっていうと、要するに暴力を、あるいは武力でもって社会を支配するような人が出てきてはいけない。だから、話し合いで、要するに議会ですよね。話し合いで物事を決めましょう。あるいは選挙で物事を決めましょう。これは、要するに非暴力ですよ。暴力じゃないですよね。議会も選挙もね。で、そういう社会になると、殴り合いというのはボクシングというスポーツになり、とっつかみ合いというのはレスリングというスポーツになり、それから太陽の奪い合いっていうのを奪い合ってわーって言ってたこのボールを太陽とようにの象徴としてね、やってたのがサッカーやラグビーやホッケーになり、で、要するに太陽という世界を支配しているものを地上の力で打とうという、これベースボールですよ。そういうゲームが生まれる。これは民主主義社会でないと生まれないという。だから柔術という人殺しの技、日本で発達した柔術が柔道になったのも、五箇条の御誓文で万機公論に決すべしって明治天皇が言った。要するに全てのことは話し合いで決めましょうというふうに決めた世の中になって、加納治五郎が、その殺し技であった柔術を柔道にした。要するにスポーツっていうのは、暴力は反対、暴力は否定の象徴するもんなんですよね。それに携わっている人間が暴力を振るうということは、自分たちのやっているスポーツの根底を否定することになるんだ。ということを教える人、スポーツを教えている人は教えなきゃいけない。ところがこれはね、知ってる人いないんだよ。で、もうこれで、私もこれを初めて読んだ時に、もうそれを思ったんだけど、田木浩二さんという、美術評論家でもある人のスポーツを考えるという、この本に詳しく書いてあります。本当みんなこれ読んでほしい。私もね、体育の先生が1000人ぐらい集まった体育館で講演したことあったんだけど、このことを話したら、知ってる人、4、5人手挙げたから、1000人ぐらいですよ、体育館の中で。4、5人いるんですね。4、5人いた。嬉しかった、はっきり。嬉しいですね、それは。で、サッカーというのはどういう意味かって知ってる人で10人ぐらいだ。1000人のうちね。そしたらいかにね、スポーツと教えてる人、あるいは体育の先生たちが、スポーツのことを考えてないかと。体育のことを考えてないか、勉強してないわけですよ。そういう、なんていうかな、システムが日本になかったんですよね。ずっと長い間。だから、メディアの携わってる人たちも、
知らないわけですよ。そのスポーツというものが、その非暴力の社会、民主主義社会から生まれたっていうことを、これを高校野球出ている選手たちみんなにも教えなきゃいけないよ。でないと、これ一発殴るぐらいはこれは教育なんだって先輩が後輩殴ってたりとか、あるいは教師が、あるいは監督が暴力っていうのも暴力だと言ってないからね。もう、鉄拳制裁は教育だと思ってる人がまだいるんだから。指導という形ですね。そう。だからこれの一番最初に喋った、この週刊新潮の記事、これを書いた人もね、その、昔の地獄のようだったって言ったイチローの時代に対して現代は甘っちょろいって書いてるわけですよ。アホかって言いたいな。スポーツっていうのはそんなところと違うだろうと思っていたら、高校野球のシンボルがなんと F なんですよね。これ FF という文字が書いてあるシンボルが高校野連にあるんですよ。はい、これが F は何かって言ったら、フェデレーション、連盟の略でもあるし、その他に、フェアプレイ、それから、フレンドシップ。で、もう一つ、ファイティングスピリットなんですよ。果たして野球にファイティングスピリットが必要なのっていう。これ日本語で闘志って書いてあったんだけれども、要するに戦う気持ちでしょ、ファイティングスピリットなんていらないですよ。野球に。技術ですよ。あるいは、ボクシングにもファイティングスピリットはいらないのかもしれない。最近のね、その井上尚弥の試合なんか見ていたら完璧に技術ですよね。もう、テクニックですね。テクニックですよ。相手をこう、避けるテクニック、で相手にパンチを出すテクニック。これ全部テクニックで、それはスポーツってのは全部それで成り立っているのを、ファイティングスピリットだっていうのは昔の根性論ですよ、はっきり言うと。アメリカと戦争しても、負けるのは分かっていても、根性、大和魂があれば勝つってあったのと一緒で、それで、要するに、その、イチローの、これ書いてあったけれども、イチローの言ってた名電校、愛知ですが、愛知名電校、名古屋市ですね。これの先輩は後輩に対して根性を入れてたわけでしょ、血が流れるまで、で、そういうことが記事になっても、高野連は全く動かない。で、夏の甲子園を主催している朝日新聞社もの、記事の中にもそういうことは見られない。見られるのは何かって言ったら、暴力はいけませんってそれだけだ。暴力いけませんって、そんなことはあんた、誰に言われても分かってる、言われなくても。そうしたらなぜいけないのかっていうことをきちんと教えないと、暴力で教えるっていう連中が、今もいる。で、今も肯定する記者がいるんです。記者が。今の教育は甘っちょろいとかっていう。これを、ね、日本の法律だとしつけの中でも、その暴力を振るうことはもう法律上ダメになりましたよね。2020年から。なりましたという、最近なんだよね、本当にね。そうですから、法律違反ですからね。犯罪ってことですからね。犯罪ですよ、はっきり言うとね。で、犯罪だとかなんとかっていうよりも、スポーツとはね、どういうふうに生まれて、スポーツがいかに反暴力であるか。要するにオリンピックで、なぜ、ジョン・レノンのイマジンを歌うようになったのかっていうのをね、みんながやっぱり知るべきなんですよね。で、今はウクライナでも戦争が続いていて、戦争っていうのはやっぱり勝たないといけないっていうのは当たり前のことで、もうプーチンなんかもうとにかく全然無視して戦ってるわけでしょ、相手潰した方が、勝った方が有利に決まってるみたいなもんですよ。スポーツも勝たないといけない、勝った方がいいんだって違うのよ、そうとは。そういう戦争を否定したのがスポーツだ。暴力と武力を否定したっていうね。これをね、なんとかね、喋りたかったんで、突然、番組を一つ、押し込ませていただきました。
まだあれが、荒井太郎さんと、佐々木さんの、相撲の途中にこれが入ってくると思いますけれども、彼らの話も素晴らしい面白い大相撲の話なんですけど、この高校野球の暴力がなくならない理由というものを皆さんも知ってほしいと思いますね。朝日新聞記者分かってんのかって。なんか本当にそういう気持ちになってきました。これ各県のその教育委員会とかも何も動かないですよね、これ。これがおかしいのよね。広陵高校で広島ですよね。広島の教育委員会は何をしてるんですか？何をしてるか、暴力を認めるのかっていうね。ということですよね。になってしまうし、これね、またね、これを言い出すとね、長くなるんだけれど、はい、高野連っていう日本高等学校野球連盟っていうのが、これが、マッカーサー率いる日本の第二次大戦の後の占領軍の、GHQ、ジェネラルヘッドクォーター、要するに占領しているところ GHQ が命令して高野連を作らしたのね。作ったんですよね。はい。で、そのあくる日に高体連ができたのね。高等学校体育連盟が。だから高野連は独立してるのよ。だからここでも高野連のこと、高校野球のことを、氏家さんと小林さんなんかと喋った番組作りました。はい、だからその中で私あれを、めちゃめちゃ高体連の中に高野連が入らない理由を言いましたけれども、学生野球連盟の、学生野球憲章がおかしいんだよね。国や、地方団体や、地方公共団体や、営利団体に管理されないような組織。独立した組織。独立した組織って。朝日新聞は営利団体じゃないんだからね。そうなんですか、はい。としか思えないからね。始球式のボールを落とすのにあんだけ大きな旗立ててさ、何を宣伝してるんかって、そんな宣伝する暇があるんなら、もう暴力はいけないという理論をきちんと書けと。言いたい、ね。実はそれ私にも書く機会があったんですけどね。はい、20年ぐらい前に、高校野球が開幕しますんで、それの関東記事を書いてくださいという原稿依頼が来たんですよね。はい、私によっぽど私のことを知らない朝日新聞の記者が、はい、依頼してきて、知らずにですか？はい。知らずにとしか思えなくって。で、どんな書いてもいいですよって言って、で、どういう形で、書かれるんですかって言うから、だからこんな、暴力事件のあるような高校野球はやめた方がいいと。はい、一旦やめましょうという記事にしますって言ったら、絶句しましたね、相手が。まあ、最近は YouTube も発達しましたから、今に YouTube の方が朝日新聞や毎日新聞や、なんかというよりも、面白くたくさんの人が見てくれるようになると思いますから、そこで、話をしていきましょう。はい。ということで、今回は、私の独演会になりました。はい。大変失礼しましたけれども、見ている人たち、ご意見あったら、どんどんお寄せください。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。では、それでは皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムもお楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。